皆さんこんにちは、及川拓馬です。今回から13回にわたり、急所がわかる囲いの破り方を解説していきます。中終盤で相手の囲いをどう破ったらいいか悩んだことはありませんか？ポイントは急所を見極め攻めることです。本講座では様々な囲いの急所をつく手筋をたくさん解説していきますので、ぜひ覚えていただき、気力向上に役立ててください。第1回は矢倉崩しその1、基本手筋を解説します。それでは大盤を使って進めていきましょう。今回から矢倉崩しを解説していきますが、まず矢倉の特徴ですね。矢倉は金銀3枚いまして、上部に厚い囲いになっています。なので、居飛車側としてはうまく攻めないとなかなか上部から崩すことはできないんですね。例えばこの図で2四歩と突く手だと、同歩ならば2五歩と継ぎ歩をしまして、同歩、3七桂と、こういう筋があるんですが、最初の2四歩に同銀と取られてしまうと、なかなか継続手がありません。またこの3六銀を生かしてですね、3五銀と棒銀を見せる手も指したい手なんですが、これには3四歩と打たれてしまうと、2四歩には3五歩と銀を取られて攻めが続きませんし、3四歩に2六銀と引くと、ちょっと何をやってんだか分かんない感じになってしまうということで、3五銀もうまくいきません。この局面の考え方はですね、3筋に相手の歩がいないことがポイントになります。そこで考えられるのが、急所の一手、3四歩になります。この手は金でも銀でもタダで取れるように見えるんですが、同銀や、同金も同じなんですが、そこで3五歩と打つと、金か銀必ず取れることが分かります。この歩と金の交換になると得になりますので、3四歩に対しては4二銀と低い手になりますが、そこで3五銀と出れば、先ほどの矢倉に比べて上部が薄くなっていることが分かります。次に先手の番になれば、2四歩と突きまして、同歩、同銀、2三歩、同銀成、同金、2四歩と打てば、銀は先に取られてしまいますが、矢倉を崩すことができます。続いてこちらの局面をご覧ください。今先手が2四歩と突いた手に対して、同歩だと2五歩からの継ぎ歩攻めがありますので、同銀と取った局面です。この局面を考えたいと思います。まず目につくのは2五銀と出てですね、攻めの銀と守りの銀を交換する手なんですけれども、これは同銀と取りまして、同飛車と取った時にですね、この局面でちょっと思わしい手がないんですね。というわけでちょっと甘いと。で、次に考えられるのは、3七桂と力を貯める手ですね。これはすごく有力な手で、次に2五銀と出て、同銀同桂となれば、飛車角桂と持ち駒銀歩があって、かなり攻めが手厚くなるんですが、この場合はさらにいい手があります。急所の一手は3四歩になります。これが一見銀がちょうどかわしたところなんで気づきにくい手なんですけれども、次に2五歩という手を狙っています。こうなれば銀が逃げる場所がありませんので、銀が取れますので、3四歩には同金と取るぐらいなんですけれども、ここであと2歩ありますので、3五歩と打つ手が継続手になります。これで金を3三金と引くのはですね、先ほどと同じように2五歩と打てば銀が取れますね。というわけで、この金も引けないということで、
4五金とかわすぐらいなんですけれども、こうすると銀と銀を交換するのではなくて、攻めの銀と守りの金の交換になりますので、同銀と取りまして、同歩と取れば先手が得をしたということになります。ただこれ角取りなので、この瞬間は5七角と引くぐらいなんですけれども、この次にですね、3四歩という突き出しがすごく味が良くてですね、やはり2五歩が残りますので、先手がうまくいったという形になります。続いてこちらの局面をご覧ください。今、矢倉囲いに対して飛車と銀で攻めていこうとしている局面ですね。ここからちょっと長くなってしまうんですけれども、解説していきたいと思います。まずは3五歩ですね。ここはなんとなく突きたい手となります。で、同歩と取りまして、同銀となります。で、これで次に何もしてこなければ2四歩とついて銀交換になりますので、相手は3四歩と打ってきます。ここがまず一つのポイントになりまして、まず確認するのは相手の玉の位置ですね。これが2二ではなくて、仮に3一とかですと、2四歩と突く手が成立します。これは3五歩と取れば、2三歩成とと金を作って、最初に銀が取られてしまうんですけれども、必ず金か銀が取れる形になります。しかし今回はですね、玉が2二ですので、3四歩に対して2四歩とついてしまうと、3五歩、2三歩成、同金と取られてしまって、これは玉が金を守ってますので失敗になってしまうんですね。というわけで玉が2二の場合は銀を引くしかないんですけれども、どちらに引くかということになります。4六と引いてもですね、この3筋の歩を交換できているので、一応ポイントは上がっているんですけれども、この場合は2六に引くのがいい手になります。これに対して例えば4五歩とか相手がついてきたとすると、1五歩がこの2六銀からの継続手ですね。これが棒銀の要領ですね。同歩と取りまして、同銀と取ります。ここもポイントで、同香と取ってしまうと、1三歩と打たれまして、なかなかこれ以上攻めることはできません。なので、この場合は同銀と取りましょう。で、これも放っておけばですね、1三歩と打つ手がいい手で、同香には1四歩と香車が取れますし、放っておけば2四歩から銀交換することができます。というわけで相手も1五同銀に対しては同香と取ってくるんですが、同香と取り返して1三歩と受けた時に1九香と出せば端を攻めることができます。これで次は1三香成、同桂、1四歩と攻める感じですね。一番最初の局面を思い出してもらうと銀が4六にいたと思うんですけれども、この3五歩と3筋の歩を切りながら2六銀と引くのが急所の一手になります。いかがだったでしょうか。次回は矢倉崩しその2攻略編を解説していきます。